秋、うだるような暑さから解放され、魚はもちろんアングラーたちも活発に動き始める絶好のシーズンがついに到来。特にアジを狙ったアジングは身近な漁港や岸壁で楽しめることから人気が高く、ルアーフィッシングの入門にも最適なジャンルとなっている。今回は静岡県在住の萩原徹がそんなアジングの魅力を解説する。9月の初旬、長崎の埼戸大島を訪れた萩原。この釣り場を訪れるのは初めてというが、果たしてどんな展開が待っているのだろうか。この番組はご覧の提供でお送りします。釣りのポイントは1に安全、2にマナー、3に仕掛けポイントで楽しい釣りならポイントポイント。今回のルアパラ九州 TV は長崎県埼戸大島のアジングをお届けしています。おはようございます。リオの萩原です。今回は長崎県は西海市にありますね埼戸大島、こちらの方に来ております。で、格好を見てもらえばね分かる通り、今回は秋から楽しめるナイトゲームでねアジングの方をお届けしようかなと思います。ただね、僕ね今回埼戸大島初めてのポイントなので、長崎県のテトラワークスのねフィールドスタッフをやってる前田翔成君に助っ人として今回は来てもらってます。テトラワークスの前田翔成です。よろしくお願いします。硬いですね硬いですね。はい、なのでね今回は前田君とね2人でアジングのね初めての場所、そこでどういうね釣り方ができるか、こちらを紹介していこうと思います。大丈夫ですか前田君。はい、もちろんです。ということなので2人でね仲良くちょっとアジングやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ですがやってみましょうかね。今ちょうど、夕方前の方で、潮はねちょうど満潮から下げが3分4分ぐらい、ちょっとまだまだ潮が高い状況で、ちょうどね対岸に見えてるちょっと離島っぽくなってるところと、埼戸大島の方の間中間点でこう潮がねすごく抜けているような状況です。で今日ね現在風がね僕こう今向かって画面に向かって、右側の方からこう流れてるような感じですね。なのでちょっとねこっち向きだと釣りがしにくいので、風裏となるこっち面、外洋に向かって釣りをスタートさせていこうかなと思います。でですね、見た感じ、ここね、今結構ちょっと薄濁りかなっていう感じなんですけど、結構下のね地形とかも見えたりするのと、あとはこうちょうどね島と島の間で潮が多少ね複雑なんでしょうね、流れも速いような状況で若干こうよれで綺麗な潮目が入ってたりするので、とりあえず最初はね本当は円筒メタルジグとかやりたいんですけど、手前の水深というかね、ジグヘッド単体である程度見える範囲を
ちょっといろいろね情報を集めるために釣りをしていきます。なので本当はですねこっちがいいんですけど、ちょっととりあえずちょっと潮と風がねとろい方、この正面の方から釣りします。とりあえずね今ジグヘッドの方は、スナイペットのね 1g S サイズの 1g こちらですね。こちらスナイペットの 1g、 そしてねワームの方はバーニーの方のこの秋発売となった UV アミコ UV の赤アミコというカラーになります。クリアベースで UV が添加されている、それとねシルバーのねホログラム、それとね赤ラメ、これが入っているようなカラーになりますね。こちらからねいってみますね。でロッドはね今回はリアクトの5フィートジャスト50で、リールの方が1000番で、ラインがねいつものようにポリエステルの1ポンドで、リーダーを3ポンドを40センチぐらいつけてるタックルでスタートします。1投目行ってこい。とりあえず真正面に投げてラインスラッグだけ取って、一度ボトムまでカウントしていくような感じですね。19、20カウントぐらいでボトム着底なので、まだね日が高い状態なので、とりあえずねボトムからやってみましょう。でね今日見ての通り風がねちょっとねフォローで今後ろから前の方に向かって強く吹いてるので、あんまちょっと立てすぎちゃうと結構ねラインが余分なスラッグが出やすいので、ちょっと寝かせ気味で横にさびく感じでいきます。で明るい時間はちょっと夜ねやるこういう細かいシェイクと同じ幅だけどちょっと強めに強めにシェイクを入れていくような感じ。何をしてるかというと、ワームをねちょっともぞもぞよりもピュンピュンと小さく速く飛ばすようなイメージですね。これでリアクション気味に魚のね活性を入れてあげるような感じ。イカがいるね。イカルアパラといったらイカ釣らないといけないからな。ここで前田に何かがヒットしたようだが、果たして来ました。さすがだね。内緒で釣ろうと思ったらさすがだね。安定のテトラジグ。テトラジグです。エソが釣れたってことは大体ちょっとねスナーチっぽい感じっていうやっぱね地形分かりましたよね。やるね。ファーストフィッシュ。ファーストフィッシュ。エソでも一匹は一匹ですから。そうですね。ライトゲームの楽しいところですよ。ナイスフィッシュ。ここまではいつもに比べるとかなりスローな展開を余儀なくされている萩原。果たして初めての釣り場を攻略することはできるのだろうか。もうなんとなくなんですけどね、ここねどうなんだろうな、居つきにくい感じはする。ただね回遊でタイミングを合わせればちょっとねまだね水温すごい今の状況で現状で言うと高いんですよ。まだ30度ちょっと切ってるぐらいだと思うんですけど、それだとねどうしてもね大きのでかいアジっていうのが入ってきにくい。特にね口内のね溜まってるようなところっていうのはちょっと入ってきにくいので、あえて今回はねちょっと夕方のねいい時間にいいサイズ、ちょっとでもねアジゴではない25センチとかね20センチオーバーのちょっといいようなねサイズをね狙いたいので、ちょっとここで最初はね粘る感じです。今回は厳しいかもしれないぞ。そう、釣れない時にいかに考えて魚どこにいるんだろうな、どっから入ってくるんだろうなっていうのをね常に考えながら釣りをする。で今自分がやってることが本当に合ってるかどうかっていうのは当たりが出てから分かるんじゃないですか。そのね答え合わせですね。日はすっかり陰り、ムードは最高潮。この時間帯で何とかしたいところだが、これジグの方がいいかもしれないな、今のタイミングだと。ちょっとね今ジグタンでやってましたけどね、もうこの潮目がね完全にこっち入ってくるまではとりあえずメタルジグで連投して、その広範囲でどの層にねアジがいるか
素早くリサーチするんではメタルジグの方が早いのでメタルジグの方に変えます。はい、ジグの方ね、テトラジグの 5g ですね。5g テトラジグの 5g、 これでちょっと遠投して狙ってきます。でちょうどね、もうこの V 沖に1個ね V があるんですけど、その左側上げ潮がこう回ってきて入ってるので、ここの中を狙う感じ。さあ困ったぞ、当たらないぞさあ困ったぞ、考えろ考えろ考えろ。めちゃめちゃ釣れそうなのにな。そうこうしているうちに辺りがすっかり暗くなってきた。すると萩原ついにヒッなんだト。ろうこれ時間っぽいけどな、魚なんだろうな。すごいゴツゴツゴツだったけど当たり何、ほら。はい、まあ今ゴツゴツ当たったので何かなと思ったらやっぱりねチャリコでしたね。かわいいかわいいチャリコ、こちらでした。やっぱりこのマズメチャンス、魚は動き出しますね。あとは味を釣るだけ。はい、結構ね潮の流れ結構手前までガンガン当たってていい感じに当たりがあるので、今度ねもうちょっとスローにね狙えるようなこのワームですね。ワームね、スナイペットの、S サイズの 1g、 それにバーニーのムラムラっこ UV のムラムラっこ、これでいきます。だいぶめっちゃいい抵抗感だよ。しかしその後もアジの当たりはなく、読みを外したかに思えたのだが、結構ですね、これ今キャストしてる感じで言うと結構沖はね、あ、当たった萩原ヒット。すごい今いいフォール中にコーンって当たった。結構ね今沖のね速い流れの中で食ったけど、これそこそこいい魚じゃないかな。やっぱ速い流れの中良さそうな魚いますね。これ抜けないやつかもしれないね、ライトラインなんでゆっくりゆっくり。アジだったらそこそこいい味だけど、やばいやばい。なんだ、ちょっとまだアジじゃないかな。お、いい味じゃないこれきっと。このタックルだと抜けないねちょっと見えにくい。あ、アジですね。いい味ですね。この時期にはいい味でしょこれ。やばい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 。今ちょっとね、これタモないと抜けないサイズなんで、タモ待ちで。よしよしよし。すいませんけど、タモお願いしていいですか。ちょっと入れといてもらっていいですかね。よっしゃやったね。あざーす。あ、尺はないな。あ、取れた。すぐ取れた。危なかったですね。尺はない。尺はないけどいい味。はい、この時期にしてはね、いい味ね。釣れたのがね、このバーニーの UV のねムラムラっ子っていうね、紫色と紫パール、紫のラメ、それとゴールドのねラメが入ってるこの UV のムラムラっ子、このカラーですね。でこの時期なのにね、体高がね結構厚い。ほらこんなにある。これぐらい。私ね、全長も僕の手がねこう23センチぐらいなんですけど、ギリギリ泣き尺かなっていうぐらいですね、全長。ここでいい味ですね。やりましたよ、読み通り。じゃじゃん、ここねテトラワークスからね、この秋発売になったこのね尺豆ステッカー、尺から豆まで測れるサイズのステッカー、ね、
れでないねないね。口とじを開き28っすね。ここ30.0ですね。30.8ですけどね、本当はね尺なんで。だけど28お開きで、28.5までないぐらいだから28センチ。いやそれでもねこの時期でこの太さ、この体高のあるいい味ですよ。やったね。当たりが出ない中で自分の読みを信じて狙い続け、見事に両型アジを手にした萩原。後半戦は一転してアジの連続ヒットに突入。今回のルアパラ九州 TV は長崎県崎戸大島のアジングをお届けしています。引き続き両型のアジを狙うも前田にワニゴチがヒットしただけでアジの当たりはなく、萩原は釣り場を移動してみることに。よし、当たりがない。なのでここからは欄干でアジがいそうなところを回っていきましょう。はい、ではですね、またポイントの方をね移動してきました。でオレンジ灯のね水銀灯がついているようなポイントでいい感じです。でスナイペットのね SS の 0.8、 それにチョップの UV のムラムラっこ、これでね狙ってみます。でちょっとね結構ゴミが手前あるんですが、おおライズしたよライズしたので表層で今ねちょっとね潮の抵抗のあるねこのリブの向きで最初セットしてあるんですけど、逆の刺し方でより表層を漂わせるように刺します。こっちねリブを下じゃなくてこの上側にリブが向いてくるような感じ。これの刺し方、これをで刺すと沈みにくくなるんでより表層をね引きやすくなる。なのでこれでいきますね。結構いい感じのライズ、ちょうどねゴミが切れてて表層ちょっと竿を縦気味で小刻みに惜しくたきたシェイクしながら釣ったら食ったけど何でしょうか。お引きますね引きますね。じゃんじゃじゃんアジです。待ってね待って針ついてるから待ってねアジでしたね。あ落ちちゃった取られたね、やっぱりアジが釣れるところにね猫もいますよ。なのでまあね茶色い茶トラにあげたので今度黒にあげます。もう見てるもんこっち。ちょっと縦気味でち
ちょっとシェイク。めちゃめちゃライズしてる。もう08とかだとちょっと重いかもしれないですね。待ってね待ってね。感じ的に言うとですね、結構こうライズが移動しながら、どこでもライズしてるような感じじゃなくて、ライズがねこう常に移動しながらライズしてるんで、群れがこう動き回ってるような感じですね。で釣れてるサイズが全部ねこのサイズ、ちょうどねまあ目味って言われるサイズですね。このサイズ、はい、分かったよ、ね、このサイズかわいい味ゲット。あ、落ちた。あーごめんよ今日はじゃあこの子たちのためにいっぱい釣ります。さあどんどんいきますよ、どんどんいきますよ多分今ね08使ってて、止めるとね結構下にスッと落ちちゃうんで、それよりはちょっと軽い方が 0.5 とか 0.3 ぐらいで表層風に乗せてねこうドリフトする方がね、もしかしたら釣りやすいかもしれない。新色の UV 赤網っこいす。どこだどこだ、ここか。ライズが止まったね。ですね、少なくなったですね。あーって思ったらさすがですね。さすがあー金魚。アジやったのに惜しくた。はい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 、これはアジですねサイズは小さい、ね、小さいけどいいんですよ、ね、アジはねこのパターンにはめて釣る、これが一番楽しい釣りですから。やりました。いいとこかかってる。ほらね、ジゲットのヘッド持ってもねバレないですから。どんどんいきますよ、どんどん。結構ですねこう表層ライズしてるんですけど、そのちょっと下狙うような感じ、3カウントぐらいで、そこでこうちょっと強めに動かしてから止めて錆びてくる、ロッドをゆっくり立ててくるような感じ。なんで強めにこう動かすかっていうと、わざとアジにねきっちり追わせる感じですね。ほら来た。きっちり追わせてからちょっとゆっくり止めてあげて食わせるような、そんな感じですね。そうするとこうやって釣れる。あ、落ちた。1、2、3ね、3カウントでこう強めにシェイクで止める。でこのシェイクしてる時はしっかりとねアジに波動で見せて追わせるような感じで、こうゆっくり錆びてる時にしっかりと追わせてパクッと食わせるイメージですね。で結構手前の方に来ちゃうと念仏台金魚に変わっちゃうので、大きめだけ。アジング最高に楽しいですね。来た来た釣れたでしょうちゃん。来たっつがこっそりバーニーに変えました。よしよし、来た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 、ダブルヒット。こうやってハマれば一緒に釣れちゃうんですね。ね、僕のは結構ね今送り込むような感じ、ふわーっと漂したら結構がっぷり深くまで釣ってくれた感じなので、こうねパターンにねはめてあげて、こうやってね2人仲良くアジのねパターンさ見つけちゃうから、こうやってねダブルヒット結構簡単にできますので、ね、皆さんもぜひ楽しんでみてください。よかったね、しょうちゃん釣れて。帰れます。おはようございます。
グラスタジアムのことです。本日も聞いてよご当店長のコーナーにお便りをいただいております。福岡市西区の方よりお便りをいただいております。ありがとうございます。釣りを始めてみたいんですが、おすすめの釣りがあったら教えてください。何でもいいから釣ってみたいですということで、実はこの釣りを始めてみたいんですがっていう方はですね、結構こういうお便りを多くいただくんですけども、釣りを始めるにはもうこの秋、このシーズンが一番おすすめで、外もだいぶ涼しくなりましたし、でまた釣れる魚もですね一番秋が多いので、ぜひこれがチャンスになりますので、ぜひハマっていただきたいなと思います。で今からはですね、この秋しか釣れないような、例えばカマスとかですね、あとはサワラですとか、あとは比較的簡単に釣れやすいアジ、アジングで狙うアジですとか、あとはエギングで狙うアオリイカとかですね、いろんな魚が釣れ出します。で特に釣りやすいのはやはりライトゲームと呼ばれるですね、アジングやメバリング、あとはカマスとかですね、こういったのはすごく比較的簡単に狙いやすい魚ですので、ぜひ挑戦していただきたいなと思います。でまたですね、いやいや俺はこんな魚が釣ってみたいとかですねっていう方にはですね、もちろん今から大きいシーバスとかですね、あとは青物、ブリとかヒラマサとかっていう魚も非常に釣れやすくなってきますので、なかなかですね、一から道具を揃えると結構考え出すと大変なので、そういう時はぜひですねポイント、ぜひ店頭に行っていただいて、私たちポイントスタッフにこういう魚が釣ってみたいんだっていうのをですねおっしゃっていただければですね、もうそれなりのコーディネートをバシッとさせていただきますんで、そういうお悩みというかですね、そういうこういうのが釣ってみたいというご相談があったらですね、ぜひポイントに遊びに来ていただきたいなと思います。現在発売中のルアーパラダイス九州ナンバー38秋号は、中深海の釣りをテーマにした特集をはじめ、ショアヒラマサゲームやタイラバ、釣り場ガイドなど内容は盛りだくさん。ぜひ書店や釣り具店でお買い求めください。今週もご覧いただきありがとうございました。どうやらテレビの前でお客様のお子さんが一緒にやってくださってるということで、今日はテレビの前の皆さんと一緒にやりたいと思います。それではいきます。1に安全、2にマナー、3に視覚よ、ポイントでということで、来週もお楽しみに。今回はデュオよりご覧の製品をセットで8名様にプレゼントします。詳しい応募方法はルアパラ九州 TV 番組ホームページをご覧ください。この番組はご覧の提供でお送りしました。